はい、キリオです。今日は最新のポータブルエレクトリックコーヒーグラインダーをご紹介。Your Mona Lisa watching me walk past. I put the me inside your camera flash. Take a 電動ポータブルといえばアウティン。そのアウティンが満を持してリリースしたのがこのアウティンフィノポータブルエレクトリックコーヒーグラインダーです。もうおじさん的にはやっとというかようやく紹介できるっていう感じですよ。で実はこれ去年の11月の中旬頃にアウティンから先行生産タイプが送られてきて、で、予約注文の紹介を一度したんですけど、量産を開始した時に使用している部品の一部で、そのアウティンの社内基準を満たしてない部品が見つかっちゃって、で、急遽生産中止になって、それで部品を社内基準を満たしたね、高精度なものに変えるために、一時生産をストップして、ようやく今回ですね、完全な製品版がリリースされることになったということで、今回紹介できることになりました。まあ、おじさんね、このアウティンフィの何点か気に入ってるポイントがあるんですけど、やっぱね、なんて言ってもまず第一はね、このデザインだよね。このアウティンなのと、こう統一感のあるこうデザインすごくね、かっこいいなって思うんですよ。で、カラー展開がね、このおじさんのこのブラウンと、あとホワイトが今2色展開であるんですけど、このブラウンの色味がほんとおじさん好みでドストライクです。あとは軽さ。これね、ポータブルだから重要ですよ。まずね、アウティンなのにバスケットプラスを取り付けた状態で、705.3g。アウティンフィノは、実測で 699.1g、700g ね、切っちゃうんですよ。これはね、軽いのはやっぱりいいなって思いますよ。持ち運ぶんだから。詳しい機能紹介の前に、まずセット内容を紹介します。セットに組まれているのは、まず、フィノ本体と、こういう持ち運び用の布ケースが入ってます。箱の奥には、これは取扱説明書が入ってます。開けると、マニュアルですね。が入ってます。これはひいたコーヒー粉をバスケットに詰めたり、そのまま蓋をして持ち運ぶときに使うアタッチメントです。これ上部も外れるようになってます。でこれが掃除用のブラシ付きのブロワですね。ブラシ外せます。この箱が分解用の六角レンチと充電用のタイプ C のケーブルが付属してます。それじゃあフィの本体を詳しく説明していきます。上からいくと、まず一番上が伸縮可能なホッパー部分になります。豆を投入する際にスライドさせると上に上がって豆を投入できるようになります。で、豆を投入してまた逆方向にスライドさせると下がって蓋が閉まってロックされるようになります。その下の部分が流度調整ダイヤルになります。左右に回転させて流度を調整するようになります。で、これ流度の調整段数は28段。大メモリの間に中2つずつこう音がしてロックされる部分があります。で一応引き目の対応はエスプレッソからフレンチプレスまでかなりワイドレンジで対応してます。で、その下の部分がインジケーター。で、ここが電源ボタンになります。で、電源は2回長押しすると始動して、引きが終わると自動で止まるようなタイプになってます。一番下の部分が引いた粉を入れるドーシングカップになります。
ドーシングカップはこんな感じ。本体の下はこんな感じですね。ここが USB の充電ポートになります。それじゃあ刃の部分を分解してみます。付属の六角レンチで中央のボルトを緩めていきます。力を入れて、一番最初だけね、今おじさんがやったようにトルクを一気にかけないと、モーターが逆方向に舞い上がっていつまでも外れないんで。今部品全部外してみました。構成としては、ワッシャーがあって、スプリングがあって、ブレードがあって、それをボルトで留めてるっていう感じになります。外した本体側はね、こんな感じになってます。それでみんな興味あるのはこの刃の方だと思うんですけど、刃はこんな感じの刃です。上のはこうで。で、底面の部分に SAS402 スターブレード 38mm コンテンポラリーバーって刻印されてます。で、38mm と思っておじさん直径測ってみたんですけど、直径 29mm しかないんですよ。で、アウティンに、これなんで 38mm って刻印されてんのって質問したら、これはカッターディスク全体のサイズを表記してるので、このブレードのサイズを表記してるわけじゃないから 38mm でいいんだよっていう回答でした。素材もね、SAS402 なんで、いい素材使ってると思います。分解したついでに、このドーシングファンネルの使い方を解説します。ドーシングカップに引いた粉が入った状態で、ドーシングファンネルを締め込みます。で、保存用として粉持ち運び用に使うんであれば、この状態で終了です。で、これをバスケットプラスの方に粉を入れたい場合は、蓋の部分を取って、バスケットプラスのドーシングリングをここにかぶせちゃう。で、バスケットを置いて、ポルタフィルターを置いて、この状態でひっくり返すと、粉がバスケットプラスの方に入る。それでこれ一応ね、ノーマルタイプのおまけバスケットにも一応対応してるので、その場合はここに直接取り付けて、この状態で裏返しにすれば入る。ただこれ、入れる粉の量を考えないと、外した瞬間にもうノーマルの場合は漏れてくるんで、そこは気をつけてください。それじゃあ実際にフィノ使ってみてね、どんな感じなのかチェックしてみたいと思います。今回はエスプレッソだけちょっとやってみようと思います。フィルターコーヒーとかね、フレンチプレスとかまた機会があればご紹介したいと思います。豆はいつもの通り 18g。軽く WDT。次にフィノの流度調整をするんですけれど、実はこのフィノの流度調整のノッチが結構ワイドなんですよ。で、おじさん何度か試してみたんですけど、おじさんの使ってる豆だと2だと小枚。でもこの2の次のところだとちょっと粗いんですよ。そういう時どうしたらいいかっていうと、このノッチはあるんですけど、実はこれフィノ自体は無段階調整になってます。だから、ノッチはないんですけど、この間でも自由に設定ができるんですよね。ただ、耐現性が少しないのがあれなんですけど、ね、おじさんの場合は、2と1のほんのちょっと戻し。微妙な調整なんですけど、エスプレッソ引きの場合は、ベストな状態に合わせようとすると、このノッチとノッチの間で調整するようになります。
これフィルターコーヒーとかもっと流度が粗いところだったらこのノッチで構わないんですけど、エスプレッソ、例えばアウティンなのに合わせようかなっていう時には、このノッチとノッチの間でちょうどいいところを探すような格好になります。まあ逆に言うとそこで探せば問題なく使えます。で、なんでこれこういうことになってるかというと、結局はエスプレッソからフレンチプレスの粗挽きまでワイドなレンジをカバーしようとすると、こういう風な感じになってしまったんだろうなと思います。次に上部のホッパー部分をスライドさせて、豆の投入口を開きます。で、この豆を入れるときに、ちょっとコツというか注意があるんですけど、いっぺんにざっと入れると、豆が詰まってしまって、中に入っていきません。これ、優しく入れてあげるのがポイントです。こういう感じで、優しく入れると、スムーズに入っていきます。これをざっとやると、いっぺんに入るとここが詰まるんで、入っていかなくなるんで、そこは注意してください。で、豆を投入したら、逆側にスライドして、蓋をします。そしたらスイッチを2回押しで豆を引きます。で今回はエスプレッソ引き 18g どれぐらいの時間で引けるのか計測してみたいと思います。2回押し。引き終わりました。引き終わると、このようにオートで自動でストップするような機構になってます。今回はね、撮影のためにこうじーっと見てましたけど、これ、やってる間に他の作業ができるので、オートストップがついてるっていうのは便利ですね。本体を軽く叩いて、ドーシングカップ。こんな感じで、結構綺麗に弾けてると思います。そしたらここに、ドーシングファンネルを回して取り付けて、バスケットプラスのドーシングリングを上に置いて、バスケットを置いて、ポルタフィルターをかぶせたら、こぼさないように反対にして、ちょっと揺らして、ドン、ドン、2回ぐらい。で、そっと外すと、こういうふうに綺麗に粉が入ります。そしたらいつものように WDT ツールで軽く均等に分配していきます。こんな感じかな。で、1、2、3。おじさん4回ぐらいやるんですけど、その後、このタンパーでタンピング。するとこんな感じで綺麗にできたので、シャワースクリーンを取り付けて、パック準備は完了です。そしたら前の動画でも説明しましたけど、熱湯で抽出前に一度予熱してください。これがポイントです。予熱が済んだらポルタフィルターを本体にしっかりとセットします。蓋をしっかり閉めて、それでは抽出します。2回押し。
まずまずですね。いただきます。うまいっす。アウティンフィのポータブルエレクトリックコーヒーグラインダー。いかがでしたでしょうか？これぐらいのエスプレッソ引きができるんであれば、悪くないと思います。ちょっとね、微調整の仕方にね、慣れるまでコツが必要ですけど、まあでも、ポータブルとしてはかなり優秀な方なんじゃないかなっておじさん思いました。使っててもね、そんなに不満点もないですし、特にフィルターコーヒーなんかはね、そこまで神経質に調整する必要もないので、ポータブルとしては、まあまあ、合格点なんじゃないかなって思ってます。特にね、バスケットプラスとの相性がいいので、今、アウティンなのでバスケットプラスをお使いの方なんかには、いい組み合わせになるんじゃないかなと思います。概要欄の方にね、アウティン本社の方ですけど、おじさんの 10% 割引コードのリンク貼っておきますので、もし興味のある方はご利用ください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。